はい、田中です。今回は車庫を作っていく仕事です。この既存建物の柱を利用して横に構造材を組み上げていきます。さて、うまくいきますでしょうか。構造はシンプルな車庫で片屋根に折板鋼材を貼る仕様です。これらの木材に手作業で墨付けをして刻んでいきます。動画構成としては墨付け、刻みでは主な敷地継ぎ手を紹介します。そして建前と小さな建物ですが一通りの工程がありますのでご覧いただけると嬉しいです。それでは本編に入ります。材料に墨付けをする前に設計図をもとにベニヤ板の端材で図板というものを描いていきます。今回は土台と屋根が主な構造なので2つの図面を描き、柱、梁、桁などの部材をどうつなぐか脳内で整理します。この辺から昔ながらのアナログ的な作業となります。さて、図板により番付が決まるので各部材に名前を付けていきます。例にすると図板で刃通りと三通りがぶつかる場所は刃の3となります。このようにして部材の名前を付けていきます。図板ができたので材料に墨付けをしていきます。基準となる芯墨を引いていきます。建物の1軒2軒といった横の情報は間杖を使い、建物の高さは柱杖という2本の杖を使って墨付けをしていきます。先ほどの番付けに従って1本ずつ高さや長さの情報を写していきます。これは入輪ほぞという敷地の隅となります。腰掛け鎌継ぎという継ぎ手になります。こちらはほぞ穴です。高さ、長さについてイメージしにくいところは原寸図を書いて割り出します。この原寸図では軒先にあたる梁材の高さを確認しました。屋根を構成する梁、桁の材料です。入輪ほぞの押す側になります。一通り構造材に墨付けができたので刻みの作業に入ります。それでは刻んでいきます。この機械は角のみといってほぞ穴開けに使います。この機械で腰掛け鎌継ぎも刻むことができます。
こちらはオス側になります。カマツギのメス側になります。せっかくなんで組んでみましょう。組むとこのようになります。下地材の真柱を入れる真柱垣きを作ります。真柱はこのように収まります。針し口を作っていきます。今度は針のメス側です。ここに先ほどのオスが収まります。これもよくある仕口ほどです。角のみで開けたほぞ穴に収まります。下駄の入りはほぞです。柱と桁をボルトでつなぐための穴を開けます。この段差で入る部分を入り輪と言います。番付は刃の7です。受け手の柱側刃の7の穴はこのようになっております。針の戸角と言われる部分を取ります。戸角とは屋根材が乗ってくる斜め部分のことを指します。
最後に全ての構造材に電気ガンナーをかけて仕上げます。刻んでいる間に基礎工事も終わり、建前の日が迫ってきました。建前までに土台式と既存建物の取り付けの段取りをしておきます。例の腰掛け鎌継ぎは土台の継ぎ手として使っています。既存の壁面にも柱の敷地を作っていきます。これで準備完了です。いよいよ建前をしていきます。応援に弟弟子の Y 君に来てもらいました。ここの針の敷地はほぞと針を角度をつけて斜めに刻んでおります。と言ってもすぐにふざける Y 君なんですわ。無事に組み上がりほっとしました。今回は入り口に向かって広くなる設計なので、簡単な構造の中にも4本の針がそれぞれ伸びてくる難しさがあり、計算間違いをしてないか不安でしたが問題なかったです。この建物は簡単な部類ですが、その分絶対に失敗できないという妙なプレッシャーがありました。結局どんな現場も油断大敵で気が抜けないものということですね。その後屋根工事をして現場を進めております。というわけで今回は車庫の住み付け刻み動画でした。最後にいつもいいねとコメントありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。